ニャンゲーです。じゃあこれを飲み終わってて動画撮りたいなと思いまして回しておる私の今までの日本人元彼履歴についてちょっと話したいと思うんです。ちょっと酔ってる。回ってきた。一人目はアニメ会社に勤めてる彼氏だったんですよ。はっきり覚えてないんですけれども6歳ぐらいの年下くんでした。どうやって出会ったか。実は私昔ちょっと出会いアプリを結構やらしておりまして、日本語勉強がてらそう出会いを求めたいっていう、気持ちが大きかったわけなんですよね。ぶっちゃけ言うと私のあんまりタイプの人ではなかったんですけれども、向こうの推しがさもうめっちゃくちゃだったの。ちょっと推しにはちょっと弱い時期だったんですよね。推しにはちょっと弱い時期だったので、あ、来たなお前みたいな、ごめんなさい、来たなみたいな感じだったんですよね。で、付き合ったきっかけになったのは、向こうバイク買ってて、バイクでうちまで来てたんですよ。片道1時間ぐらい。だから私に会いに来たか、それともただ遠出したかったかちょっとわかんないんですけれども、来ないでよって言えないんじゃないんですか。だからいいよ別にみたいな感じで言ったんですけれども、本当に来てもらってて、それでいい感じになって付き合い始めました。顔的にはちょっと可愛い感じで、年下でもあったし、すごい甘えてくる感じでも外では本当に人目をすごく気にしてたんですよ。なんて言うんですかね、外ではすごく大人しくてちゃんとしてて、でも家に着いた途端自分の本性をパッてさらけ出すみたいな感じがちょっと慣れなかったんですよね。私はどっちかというとあんまり変わんないかもしれないんですよね。だからもうちょっと外でもたらけ出してもいいんじゃないって私は思ったんですよ、その当時。それもそうですし、日本人の男性と正式的に付き合ったのは本当に初めてだったんで、何もかも違いを感じましたね。だからすごく喧嘩が多かった。決定的な理由としては、日本人の特徴って言わなくても分かってくれるんだろうみたいな、そういうスタンスを持ってる人多いんじゃないんですか。でもこっちからすると言ってくれないと分かんないよみたいな、それが多分根本的な喧嘩の理由になったと思う。だからすごい日本の女の子は多分気遣って誘うと結構努力してると思うんですけれども、私はそれができなくて、その当時イライラしてるもん、向こうがずっと。そのイライラしてる姿を見て、何この人って思って、こっちまでイライラしてて、それで口聞かなくなったりする期間がちょっと長かったんですよ。だからすごく久しぶりに会うのにもかかわらず、もう毎回喧嘩になったりして、この人とは本当に性格合わないなと思ったり、しかも私は本当に決定的なこの人とはちょっと、一緒にちょっといられないって思ってたのが、私の日本語わかんないよ。今はちょっとね、その当時はさ、3年4年ぐらいだからもう本当にわかんないんですよ。外国で住んだことない方からすると、3、4年とか住んだったら結構上手くなってないのって思う人が多いと思うんですけれども、いやいやそんなことなくて、全然ですよ。全然話せないんですよ。本当に日本語ほぼわからなくて、そこから本格的な日本語会話とかさ、表現力とかさ、語彙力がそこから磨いていくみたいな感じなので、本当に日本語がわからなくて多分それで向こうがイライラしたのも正直あると思うんです。言葉があんまりわかんないっていうのは、自分の表現できる言葉が限られてるってことなので、すっごくストレートに言うしかないんですよね。いろんな柔らかい表現とかクッション言葉がわかんないんですよね。だからそれも向こうにとってはすごいきついなと思う原因の一つに違わないと思ってるんです、今考えたら。だからそれは本当に申し訳ない。2人目は本当に最悪でしたいや、付き合ったきっかけになるのは待ってくださいね。
私前韓国風の居酒屋で働いてたんですけれども、学生時代人手がこう足りない時はたまにバイトしてたりしたんですけれども、その中の常連さんだったんですよ。この人も年下もう5歳下の年下、そうですね、向こうがすごいなんかタイプですみたいな、おありがとうみたいなまあこんな感じで、でもグイグイ来たわけではないんですけれども、私がバイトする時は連絡が来てたり、こうバイトいつ入るのみたいなでちょっと仲良くなって、こうなんかさ、自分のことなんか興味あるとかさ言ってくれた人に対してなんか嫌な気持ちはそんなならないんじゃないですか。本当に自分のタイプじゃない人以外に、まあちょっとその人、まあ、顔はちょっとよかったんですけれども、ちょっとチャラい感じだったんですよね。ノリもめっちゃ良くって本当にもうお酒も好きな方で、ちょっと私からするとちょっと手に負えなさそうな感じだったので、そうだったんですけれども、なんかのきっかけでこう一緒にうどん食べる私がバイトする終わるまでなんか待ってくれてて、二人きりになったのをそのうどん食べる時初めてで話したら面白くて、意外と意外とじゃない、そもそも面白いんですけれども、私はずっとチャラかった姿ばっかり見たからチャラいんだろうって思ったんですけれども、意外となんか真面目な方で、この人なんか良さそうじゃんと思ってで、そこからまた2人でデートまで行かないかな、お酒をちょっと飲みながら、いろんなことを話してて、この人私が思ってたそのチャラさがそこまでなくって真面目なとこがあるっていうのがすごく魅力的なとこだったんで、そこで付き合ってまして、3週間で別れましたよ。やばない？やばない？本当に最悪。ちょっと本当にやめてほしいのがあるんですけれども、付き合う前はすごく連絡がマメだったんですよ。めっちゃマメだった。めっちゃまでいかないんですけれども、ある程度、早い段階で返信してくれたり返してくれたりする感じだったんだけど、付き合う直前、いろいろ話してるんじゃないんですか。そこで向こうが俺あんまり連絡しないんだよねみたいな、あんまり連絡しない、ちょっと連絡苦手なんだよねみたいなこと言ってきて、でも私は付き合う前のこの感じでは全然いいと思ってるから、それが私はその人の連絡頻度だと思ったんですよね。そこからは問題だったんですけれども、本当にやめてほしい。本当にやめてほしい。もう本当に付き合いたてでさ、急に連絡遅くなるのちょっとやめてもらえませんか、マジで。最小限3ヶ月だよね。でもあの人は1週間で急激に連絡が減っちゃうの。本当にもう耳ちょっと誰かが私の悪口してんのかな、テレパシーかな。でどのぐらいかっていうと、付き合う前は6時間内に返してくれたんですよね。でも付き合って1週間後は朝送ったら夜に帰ってくるみたいな。許さない。あとザ・ドライな人だったんですよね。知らなかったんですよ。付き合ってから知ってて、それが基本連絡を好まない。さっき言った最優先を自分の生活、仕事で、彼女のことは結構低いんですよ。結構低めだから連絡来ない。いやー無理だな、ドライな人無理ですでその時思いました。メンヘラになりますね。私わかるんですよ。連絡をあんまりしたくないとか苦手とか、自分の生活がすごい何より大事に思う人いるんですよ。私も自分の生活すごい大事。でもね、お互いに両思いになってやっと恋愛同士、好き同士になるのってなかなか私は結構難しいっていうか、奇跡って言っても過言ではないぐらいすごく難しいと思うんです。なんだろうね、本当に好きな人と付き合うともうずっと会いたいし連絡したいし、何してんの24時間あなたのこと考えてるよみたいな。メンヘラですか？そんなことないんです。本当に好きな人ならもし想像してください。あなたが一番好きな人誰ですか？
みんな芸能人とかさ、本当にそれこそ本当に好きな人、堅実の人、いると思うんですよね。あの人と付き合えるのどう思う？したいんでしょ？ずっと会いたいんでしょ？24時間ずっと会いたいんでしょ？私なら今中村智也くんなんですけれども、もし付き合ったら無理なんですけど、無理ではないんです。全然付き合えますけど、結構もうずっとワクワクっていうか、なんかすごいモチベになるし、私も頑張ろう、応援したいっていう気持ちが生まれると思うんですよね。だからといって、私邪魔じゃないかなって思って連絡を控えるっていう行為になるとちょっとおかしいなと私思うんです。でもずっとストーカーみたいにさ、何してる私はこれ今何してる？会いたいっていう風にはならないんですけどね。でもやっぱり本当に好きな人と付き合うとずっと気になるわけなんですね。なんでそんな連絡が遅いの？私のこと好きじゃないの？私のこと何？ほっとくの？お前大丈夫？カメラ意識しないで普通にやって。普通に。その次の人なんですけど、このパーティーで会いました。餃子パーティー、すごい健全なホームパーティーなんですけれども、一目惚れでしたね。向こうも私のこと一目惚れしてたって言ってくれた。両思いでしたね。だからすごい急激に距離が縮まって、本当に一瞬のチリーってなって付き合うことになったわけなんですよ。性格がさ、すごく今まで付き合ってた人たちとちょっと違くて、連絡がすごくマメで、電話もすごいしてくれるし、本当にもう付き合って1ヶ月ぐらいはほぼ毎日電話してた。正直な人、素直な人で、私もすごく正直な人、素直な人で、それが多分合ってたかもしれない。人にとってはさ、自分にとってあんまりプラスにならない過去のこととかさ、私はどっちかというと話したいと思うから、向こうも全部話してもらいたいと思ってるんですよ。それもそうだし、過去に関してそんなに気にしないから、もう本当に犯罪とかそういうなんか人として最低なことじゃない限りは全部受け止める方だと思うんですけれども、向こうもそんな感じだったから、それがすごく相性的に合ってたし、ふざけ合って笑い合って何もないのに笑い合える関係、そして話もすごく楽しくて、ドタイプだったんですよ。顔もすごいイケメンだった。そうなんですよね。やっぱり価値観の違いがあるんですけれども、それが私が受け止めるほどの大人ではなかった。器がちっちゃかったと思うんですね。ぶっちゃけ言うと、私は結婚までしたかったんですけれども、もう結婚願望マジでゼロみたいな。そこでメンヘラになったんですね、私。いけなかったのが、恋愛初期の時、もう結婚のことをはっきりしなきゃ気が済まない人だったんですよね。それすごく今すっごく反省してるし、結婚ってそんなさ簡単にさするよとかしないよとかそういうもんじゃないと思うんですよね。でもその時本当に結婚にこだわりすぎたのもあるんですよ。3歳下だった向こう。だからすごく向こうを苦しめたんですよ、それで。でも今考えたらわかんない。本当に結婚願望強くて、私なんかね、最初から結婚願望ない男をわざわざ付き合う必要あるって今思ってるんですよね。でもさ、結婚願望あるから好きになるとかちょっと難しくない？優しいから好きになるとか、イケメンだから好きになるとか、ちょっと違う感じがする。本当に好きな気持ちはさ、理由はあると思うんですけれども、これといった理由がない感情だと私は思うの。だからすごく難しいの、それが。だから今思うとすごいいろいろ勉強になった恋愛だと思う。私の本当の情けない姿とか最低な姿全部見せて。本当にあの人には本当に申し訳なすぎて、本当に幸せになってほしいなって思ってます。ここまで私の日本人の彼氏
3人ですね。3人に対して話したんですけれども、次の動画なんですけれども、私が経験した男性、日本人男性の特徴、だから私が思ってる日本人男性の特徴についてちょっと話したいと思いますので、ちょっと長くなってるからちょっと収まりきらないともう40分話してんの私。すごくない？はい。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。見てね。